皆さんは身近に自分とは性格が違うなって感じる人間がいますか？私はいます。私の夫、俊介です。私たち夫婦は2人とも元気でおしゃべりなので、よく同じタイプの人間に思われがちなんですが、実は真逆の人間です。夫はポジティブで、基本的にやりたいことは絶対なんとかなるからまず行動に移そうっていうタイプで、死ぬこと以外かすり傷、生きてるだけで丸儲け、そんな成功者たちの言葉を体現したような人間で、実際に数年前交通事故で死にかけました。その時夫は脊髄損傷を負い、車椅子での生活を余儀なくされましたが、その後も前向きに自分のやりたいことにどんどんチャレンジしています。一方で私はとてもネガティブな人間です。私だって彼のようにやりたいことをやって後悔しない人生の方が素敵やなってそう思います。だけどその一歩が踏み出せません。リスクばかりに目がいってかすり傷をすることさえ怖い、そう感じてしまいます。こんな真逆の性格ですから普段喧嘩も本当に多いんです。これは数ヶ月前、夫からいきなり私に送られてきたチャットの内容です。スキーを経験したこともない夫が、スキーでパラリンピック目指したいからフランスに修行に行かせてくれ、そんな内容でした。私は、いやまた脊髄損傷になるよと、怪我のリスクを考えて猛反対するんです。そうすると夫は言い返してきて、私も言い返して、最終的に言い争いになるんですよね。もういつもこんな感じで喧嘩ばっかしてるので、極力共同作業を避けてきた私たちなんですが、それでも一緒にチャレンジしていることが一つだけあります。それがこのリウォークプロジェクトです。このプロジェクトは2年前、交通事故で夫が歩けなくなったことをきっかけに、夫婦でクラウドファンディングで立ち上げたプロジェクトです。現在の日本の病院では、一度脊髄損傷で完全麻痺と診断されると、一般的には車椅子を前提にしたリハビリになります。それでも諦めきれなかった私たちは、歩くための再生医療とかリハビリの情報を集めて、それを同じ思いを持つできるだけ多くの人に届けるためにこのプロジェクトを立ち上げました。結果このプロジェクトでは525名の支援をいただいて、540万円を資金として集め、ウェブサイトを作ったり、今年4月には200人規模のイベントを主催するなどして情報発信の活動を続けてきました。このプロジェクトをきっかけにヤフーニュースに掲載いただいたり、オーストラリアにあるグリフィス大学にある再生医療の研究所にご招待いただいたり、研究の一環として筑波大学附属病院の春を利用した治療の機会をいただきました。私はこの挑戦を通じて、挑戦をすればチャンスをつかむことができるんやって、そう体感しました。20年間サッカーを続け、命の次に大切な足、そう言っていた夫にとってこの事故は本当につらい出来事でしたが、夫は命を助けてくれたお医者様、周りのサポートに感謝しながら常に前向きにリハビリに取り組みました。そして無理と言われても納得がいくまでリハビリを続けたい、そう言って彼は最終的にオーストラリアでのリハビリを決めました。一方で私は夫の事故後もとてもネガティブな考えが頭の中を駆け巡っていました。オーストラリアでのリハビリを決めた時も不安の方が先にありました。だけどこのオーストラリア行きを提案したのは実は夫ではなくて私だったんです。実はこのプロジェクトは私たち夫婦の真逆の性格が功を奏したと言っても過言ではありません。夫は前に進む力はあるんですが、リスクヘッジが苦手です。
私はリスクヘッジのためにとことんリサーチしまくります。歩くための情報を毎日ネットで検索しまくって、病院宛てに手紙を書いたり、海外の友人にヒアリングするなどして海外のリハビリ情報にたどり着きました。これまでもネガティブやったからこそ人生の選択肢を広げることができました。大学は4年間アメリカに留学、今年は友人と会社も立ち上げました。そう、ネガティブであってもチャレンジすることはできるんです。ネガティブな私が挑戦をするとき、いつも大切にしていること、それが今回お話しするおまけをもらいに行くという発想です。さて、ここからが本題です。皆さんはこんな経験ありませんか？小さい時、自分の好きなキャラクターのシールやカード、おもちゃなどおまけのついたお菓子をついつい買ってしまったっていう経験。買う気がなかった雑誌とか漫画を一緒についてる付録が魅力的でもう買ってしまったよという経験。それ以外にも、今なら入会金無料とか、一つ買うともう一つおまけとか、こんなおまけが決め手になって何かを買った、決断した、そんな経験ないでしょうか？いやー、この値段やと買われへんけど、こんなええことがついてくるのはお得やなって。このようにおまけは一見ハードルが高いと思われる商品の購入をするモチベーションを作り出したり、人の決定の後押しをしてますよね。何をするにもネガティブで一歩が踏み出せない私は、このおまけをたくさんもらいに行くことを常に意識しています。では、おまけをもらいに行くってどういうことでしょうか？例えば、挑戦して得たいもの、やりたいことがあったとします。今回の夫が挑んだ海外のリハビリのケースやと、歩けるようになるっていうのがこれですよね。でも、もしこれで失敗したら、つまり夫が海外のリハビリで歩けなかったとしたら、この時得られる価値はゼロになる。そう普通考えますよね。時間やお金かけたのに得られるもんがゼロ。自分の挑戦って無駄になってしまうかもしれん。でもそうすると足がすくんで一歩が踏み出せなくなります。そこで私はこの歩けるという成果以外に得られるもの、この挑戦でどんなおまけがもらえるかっていうのを具体的に想像していくんです。例えば、海外でリハビリすることで海外に友達ができる、海外にリハビリとか再生医療の情報ネットワークができる、海外と日本のリハビリとか医療の違いを知ることができる、夫の英語力アップなど、この挑戦で得られるおまけを次々想像していくことで、何かこの挑戦の価値が大きくなった気がしませんか？一つの目標を目指して、こんなにいいことあるんやったらちょっとやってみてもいいかもって、そんな気持ちになりませんか？ちなみに私は先ほど4年間大学アメリカに留学したって言いましたが、留学を決断した時もこのおまけの発想を使いました。将来は世界を駆け巡るキャリアウーマンになりたい、アメリカンドリームやって、そんな生意気な夢を小学生の時から語ってた私はずっとアメリカ留学を夢見てました。いろいろ不安はありましたが、得意のリサーチで都心に比べて学費も比較的安くて、治安面も安心できて、なおかつ留学生のスカラシップ制度が整っていたアラバマにある大学を夢の留学先として選びました。私が行った場所はとっても小さい町だったんですけども、それでも英語を学びたい、アメリカで勉強したいという私の夢を叶えるには十分な環境でした。それでも、親にこんなにお金かけてもらったのに失敗したらどうしよう、卒業できんかったらどうしよう、そんなプレッシャーに押しつぶされそうになった時、私はふとこの挑戦で自分が得られるものを考えてみようって、そう思いました。アラバマに行った日本人ってめっちゃ珍しい、今後グローバルで働く自分の特徴になるかもしれないとか、アラバマって南部なんでアメリカ南部の色濃い歴史や文化を勉強できるぞとか、小さい町だからこそいろんな人と仲良くなって何かできそうとか、そうやって行く前からアラバマについて調べて自分の得られるおまけをどんどん想像していくと、なんか自分の挑戦がお得な気がしました。そしてとんでもなくワクワクしたことを覚えてます。
私が夫に海外のリハビリを提案した時、実はこんなふうに考えてました。失敗するのは怖い。だけどどうせやるんやったらおまけもらいに行こうって。障害でできないことに目が行きがちだからこそ、夫にできることを増やしてあげたい。何かやろうとするとき、どうしても失うもんばっかりに目いってしまいます。そして不安が重なって、いつしかやらない理由ばかりを考えてしまうようになります。でもそんな時、いかに自分が挑戦しやすくなる環境を自分で作り出せるか、挑戦からたくさんのおまけを見つけてこられることをどんだけ楽しめるか、それがネガティブなりに挑戦してチャンスをつかむための私なりの考え方の工夫です。さて、今夫はオーストラリアでのリハビリを終えました。夫は歩けるようにはなりませんでした。だけど毎日何時間もリハビリをして、足の膝下を自分で動かせるという奇跡的な回復を見せました。またたくさんのおまけを抱えて日本に帰ってきました。英語力もアップし、現地に一生の友達と呼べる存在ができました。砂浜の上を車椅子で移動できるビーチマットに出会い、事故後初めて海に入りました。そしてオーストラリアに歩いてまたみんなに会いに来る、そんな新たな夢ができました。世界には一緒に頑張っている仲間の存在がいる、それを知ることができた夫は、世界中一人でどこへでも出かけて、先月私への宣言通り、本当にフランスに行ってチェアスキーを始めました。夫はこれからチェアスキーでパラリンピックを目指して、自身の経験を通じてチェアスキーの楽しさを世界中の子どもたちに教えたいそうです。夫のリハビリに付き添ってオーストラリアに行ったことで、私もまたたくさんおまけをもらいました。美しいビーチが見られる最高の環境で夫婦で共に時間を過ごせただけでなく、日本にいなくてもできる仕事を見つけました。ゴールドコーストマラソンのハーフマラソンに、人生初のハーフマラソンに挑戦しました。ヨガの聖地バイロンベイに行ってヨガ修行をしました。そこでもまた世界中からの素敵なヨガ仲間たちとの出会いがありました。ヨガの経験を生かしてトレーナーの指導のもと、夫のリハビリを手伝えるようにもなりました。そしてまた私にも現地に一生の友達ができました。夫の事故を通じてたくさんの人に出会い、その出会いの中から新しい居場所を見つけ、今もやりたいことを見つけては、一つの挑戦からたくさんのおまけをもらいに行くこと、それをモットーに挑戦の場を広げています。石橋を叩きまくって前に進むネガティブモンスターな私と、ブルドーザーのように前に突進するポジティブモンスターな夫、お互いスタイルは違えど前に進んでいることは確かです。そしてこんな真逆の性格の私たちでも共通していることが一つだけあります。それは結局自分がやるって決めたら、たとえ失敗する可能性が高くてもその道は正しかったって言えるように全力投球していることです。何かやろうとするとき、自分の選択が最善の選択かどうかなんてその時は分かりません。というか、やって終わるまで分からないもんだと思います。夫が事故で歩けなくなった時、私たち夫婦はある約束をしました。それはこの事故のせいではなくて、この事故があったからこそ今幸せなんやって、そう言えるような人生にしようって。そのために無理と言われても限界まで歩くことにチャレンジしようって、そう決めてからの私たちは本当に必死でした。応援してくれる人の期待を裏切らないように、そして自分自身を裏切らないように、自分の選択や挑戦に責任を持つ。それはポジティブもネガティブも関係ありません。大きなことはできなくても自分にできることを地道にやって、そして最後に自分の挑戦にはこんなに価値があったって、そう言えること、その学びこそが本当に自分にとってのおまけなんやって思います。さて、
こんなに臆病で自信のない私がなぜ今日ここに立つって決めたのか。今日こんなにいいチャンスいただいたのにうまく話せんかったらどうしようって、当初はそんな恐怖が私を襲いました。だけど今日うまく自分の思うようにここで話せなかったとしても、私はあるおまけがあると思って今日ここに立っています。それはここに立って話すことは間違いなく私のトークスキル向上に役立ったということ。このトークの原稿を作るにあたって事故からこれまでの活動と意味を改めて整理できたこと。自分のネガティブは悪いもんじゃない、そう自分の弱さをポジティブに受け止められたこと。ここの会場にいる人たった一人でもいいから何か新しいことに挑戦してみようって、そうやって思ってもらえること。TEDx神戸に関わらなければ出会えなかった人がここにいるっていうこと。そして最後に事故からこれまで私たち夫婦をいろんなところで支えてくれた人たちにありがとうを伝えられることです。本当にありがとうございました。